超整形級って言って目もバッチリしてるし、鼻もちょっと高めにしたので、こすりすぎると下地が取れちゃうし、塗りすぎると割れちゃったりするので、やっぱ今みたいに寒いシーズンなんかは割れやすかったりもするので、本当にサラサラと塗っていってください。こんにちは、紅林遥です。普段は雑誌キラの読者モデルや、バンド無重力クッキーのボーカルとして活動しています。今日はなんと超整形級 SNS 映えする美人顔メイクを紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。カラコンはセシルのニャンニャンシリーズピンクです。直径は 16mm、 周りがですね黒い縁に見えて、実はギザギザと猫がたくさん並んでいるデザインになってます。顔が入ってるものがあって、たまに猫ちゃんが覗いているのが可愛いカラコンです。さりげないデザインになっていて、猫かどうかじっと見ないとわからないので、こういうのも私らしさを隠しつつポイントとしています。最初に二重を作っていきます。二重を作るのに使ったのはオートマティックビューティーのメジカルファイバーという商品です。これはですね、私がもっと昔動画とか撮るもっと前にさらにメイクが濃かった時代があってその時にアイラインの描く幅を今の二重よりも倍描きたいって思ったんで、単純に二重の幅をもっと広げればアイラインが倍の幅で描けるのではないかと思って使い始めた商品です。かなり柔らかい作りになってて、黒い線をピッて左右に引っ張ると中からセロハンテープみたいな本当に透明な細い線が一本ピッて出てきます。でかなり伸びるので、余裕を持って端っこを持ってもらって一番端までピッて伸ばしたら、そのまんま自分がつけたい幅のところに押し付けるように貼っていきます。まぶたに油分が残っていると全然貼り付かなくて何本も無駄にしちゃったりするので、化粧水はあらかじめ目の周りだけ塗ったりとか、さらにもともと油分が多くてベタベタしてるよっていう人は水とかでまぶたのこの際のところだけ洗ってもらって、そのまま何も保湿せずに乾燥させてみてください。でこれをピッと貼り付けたら目を開いて、で理想の幅になったかどうかをチェックして、で左右をパチンパチンと切っていきます。ハサミなんですけど、私が使ってるの多分眉バサミっていうやつで、若干先の方がねこうやって曲がってるものになってます。なんで浮いてる方を自分がじゃなくて外側にしてパチンパチンと切ると、まぶたを傷つけずに切ることができます。でこの調子で反対側も同じくやってみてください。で私が使ってるのが正方形に近いようなタイプなんですけど、最近は全然使うことがなくなっちゃったので、パッケージがもしかしたら変わってるかもしれないんですね。メジカルファイバーっていう商品名の左右に引っ張って伸びる柔らかいタイプのものだと思ってくれれば多分すぐ見つかると思います。次に下地を作っていきます。で使ってるのはいつものマイ肌の CC クリームです。でこれを塗るときにいつもの調子でペタ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 塗っていくんですけど、引っ張りすぎてしまうと皮膚が引っ張られて、このねせっかくつけたアイプチファイバーが端っこからビロンって取れてきちゃって、またやり直さなきゃってなってちょっと憂鬱なので、あんまり引っ張らないようにサラサラサラっと軽く塗っていただけると大丈夫だと思います。次にカリプソのマジックコンシーラーを使っていきます。目の下のくぼみ、あと鼻筋、あと小鼻も塗ってます今日は。小鼻のところはやっぱ影になったりとか、あとちょっとくぼんでるんで化粧ムラになりやすいので叩き込んでます。で下唇の脇、それから眉毛のお尻の方とかをポンペンと塗るとハイライト効果にもなったりして、かなり綺麗に仕上がります。キスミーフェルムのパウダーを使っていきます。平らなブラシを使ってサラサラサラっと滑らせるように塗っていきます。こすりすぎると下地が取れちゃうし、塗りすぎると割れちゃったりするので、やっぱ今みたいに寒いシーズンなんかは割れやすかったりもするので、本当にサラサラっと塗っていってください。もう下地で保湿カバーを全部やって、あとはベタベタしたりどっかにつかないように仕上げでパウダーっていう感じで使ってます。そしてマジックプチノーズという鼻プチを使いました。中身はですね3サイズ入ってて、一番大きいのが M サイズ、次に小さいのが S サイズで、一番小さいのが XS サイズとなってます。で私すごい鼻ちっちゃいんですよ。 XS 使ってみたんですけど、もうびっくりするぐらい最初入んないんですよ。なんでよく説明書を読んで、向きとかもあるんでちゃんと確認して使ってください。こういう風に
曲がってる棒が2本入ってるんですけど、その曲がりの中にポコってストッパーみたいなのが1個ついてて、そのストッパーの方を奥の下側にしてガッと刺して押し込む。高くなったっていうよりも、この小鼻がちょっと伸びてる気がするんですよ。後から鼻プチ入れた人はまたムラになっちゃうと思うんで、ちょっとだけコンシーラー足してもらえると綺麗になると思います。鼻プチが入れ終わったらエチュードハウスのパウダーラメですね。ラメを使ってピチピチしてる感じを出したかったんです。なんで大きなブラシでサバッと、本当にサバッと取って、で手の甲でちょっと広げてパン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 と頬骨のところ、なんとなく鼻、眉毛の上のなんかおでこのところ T ゾーンですね、ワイルベベ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 ッと塗っていきました。ギラギラになる必要はないんですけど、なんとなく光が当たるとキラキラ反射して潤ってるように見えるので、こういうのおすすめです。でここでウィッグをかぶりました。黒いウィッグでボブです。ずいぶん前に文化屋雑貨店で買ったものなんですけど、結構長持ちしてるのでまだたまに使ってます。ちょっと後ろ目にかぶって眉毛を出してます。今日は何せ超整形級メイクなので顔が見えた方がいいかなと思って眉毛の上まで今日はかぶりました。ここまでできたらノーズシャドウを塗っていきます。セザンヌのいつもの茶色いブラウンのシャドウです。いつもはなんとなくシュッシュッてこの眉毛のね内側から鼻の3分の2ぐらいまでシュッてなぞるように描いてるんですけど、今回は超整形級って言って目もバッチリしてるし鼻もちょっと高めにしたので、さらに強調すべく目と眉毛の間、このねくぼみがあるんですけど、ここを一番濃くなるように先に塗りました。 2,3 回シュシュシュって塗って、反対側もシュシュシュって塗って、そこを基準にさーっと伸ばしていきました。上にも向かいます。アイホールを囲むようなイメージで一番濃いところからシュッシュッと伸ばしていきます。外側が薄くなるようなイメージでなぞっていくととても綺麗に仕上がると思います。こうすることによってかなりこの鼻筋が強調されました。もうこれをやるやらないでは大違いなので、ぜひぜひやってみてください。ハイライトをします。いつものアイカラーパレットでパールの白を取りまして、でちょっと多めにブラシにつけて手の甲になじませます。このなじませた筆をそのまま今度は自分の鼻の半分より下、一番高いところからペペッと乗せていきました。ここが一番高いところなので一番明るくなるようにと思って先に乗せました。そこからだんだん上に向かって伸ばしていってつなげてってするととてもうまくいくと思います。そうすることによってもう白影みたいな本当にパッキリ分かれたと思うので、かなり鼻プチ以外でも強調されてます。でさらにシャドウは両サイドだけじゃなくて鼻の穴と穴の間にもちょっと塗ってるんですね。こう塗るとツンと高い鼻、この影が落ちてここだけじゃなくてここも高いっていうのが強調されて見えます。次に使ったのはメイベリーのアイシャドウです。今日はこのシャドウの中にある色を使ってアイメイクを全部完成させていきます。まず使ったのはゴールドです。涙袋に入れていきます。下まぶたの半分より内側にポコと際の方を叩いて塗っていきました。そして際を塗れたら今度はくの字を描くように目頭にも入れてます。目頭はあんまりはみ出さないように際に色がつけばいいなと思うぐらいで、光の角度によって光るように入れてます。薄い方のブラウンを使ってます。このクリームブラウンはまぶた全体に入れてきます。まぶた全体っていうかもうアイホールですね。さっきノーズシャドウを入れてたじゃないですか。このノーズシャドウで入れたところのすぐ真下です。なんでつなげるような感じで山を描くように入れてきました。目頭から目尻まで全部入れてます。こうすることによってもう鼻を今日は強調させて、この眉毛の下ら辺をくぼませて見せたいんですね。で鼻を高く、そして目をパッチリみたいなことを強調したいなと思ったので、ここはくぼませるように見せてます。でさらに濃い方のブラウンを使いました。この濃い方のブラウンは自分の作った二重の線のところまで入れてきます。目を軽く閉じて自分は
作った二重ファイバーのところまでポンポンポンと乗せています。でこれもあまりこすりすぎると取れてしまう確率が高いので、ブラシなどを使って叩いていくような感じで入れました。目頭キワキワのところまでは入れなくても大丈夫です。すでにベースで薄いブラウンを乗せてるので、これからグラデーションみたいな感じで入れていってください。耐久性はそんなにないんですけど、でもしばらくはこのままでも見えるような状態にしたいなと思ったので、なるべく綺麗になるように今日は作ってます。ブラウン塗り終わったら今度はブラックに行きました。目の際のところ、まず上まぶたから塗っていきます。どうせこれはアイラインを引いちゃうんですけれども、なんとなくブラックを先にパウダーで入れてた方が後からブラック入れてもつながって見えるので、今回は使ってみました。目を作るときに薄い、ちょっと濃い、超濃いみたいな感じで作っていくと白目がすごく綺麗に見えるので、今回際の際まで黒を入れてるんです。強調したいっていう時はまつげも結構バシバシのを使うので、間がねちょっとでも見えてしまうとちょっとバッチ汚いかなとかおダサいかなっていう感じになっちゃうので、こういうところまで抜かりなく今回は描いています。そしたら今回マジョリカのジュエリングペンシルのブラックを使いました。さっきも言ったように薄いものからだんだん濃くなって白目みたいな印象にしたいので、もう際の際まで黒を描いていきます。いつもはやらないんですけど、粘膜の内側までもう全部がっつり黒を引いてます。上も下も黒で囲みました。かなりギリギリのとこまで引いてます。あとで大変だなと思ったらもう省いてもいいんですけど、この方が綺麗に見えるので一旦黒も引きました。ここでようやくアイラインを引いていきます。これはワンデータトゥーのブラウンブラックという色になってます。ほぼ黒なんでこれを際に引いていきます。垂れ目気味に仕上げて、でも今回はオーバーにはみ出したりアイラインを強調してとかっていうことはしないかなと思ったんで、自分の瞳に沿うようにちょっと目頭から5ミリぐらい開けてスタートしました。目頭の方はなるべく自分の目の際に近いようにだんだん目の際から山を作るように引いていって、最後は自分の目の幅よりも2ミリぐらいオーバーして流れるように最後描いていきました。流れ的にはだいぶ自分の目よりも大きめに垂れ目になっているので、目がバチッとした印象になると思います。まつげ、今回はアイメージングのグランドラインナンバー004っていうのを使いました。このまつげは軸が透明なタイプのもので、合わせてみた感じ、あんまりこう私内側の方からバシバシと始まるのが得意じゃなくて、だんだん外に向かって長くなってくっていうまつげのタイプを選んでいるので、今回のまつげは頭の方から3束目までチョキンと切って、カラコンの黒目が始まるところから流れるようにアイラインに沿ってつけています。本当にアイラインちょっと手前ぐらいでまつげが終わるような感じで今回はつけました。下まつげはあんまり下もつけまつげってなるとバチバチケバくなりすぎちゃうかなと思ったので、ちょっと抜け感を出すためにキャンメイクのマスカラを使いました。これお湯で落ちるやつです。色はブラックです。でキャンメイクのマスカラもあんまり目尻の方まで塗らずに、自分の黒目のところを中心にしてジグザグ伸ばすようにつけていきました。束を作るように動かしすぎるとマスカラつきすぎちゃってひじきみたいな塊ができちゃったりするんですね。で伸びすぎたり長さがバラバラになったりするので、乾く前だったらティッシュを1枚取って上からちょっと触るような感じでシュシュシュッと、あんまり押しちゃうと下にマスカラついちゃうんで、ちょっと触るような感じで動かすと余分なマスカラが取れたりとか、乾いた状態だったらもうそのまま乾かしちゃって束になってるところを掴んでペッ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 って取っていって長さを揃えてあげるとすごく綺麗に仕上がります。ここまでしたら最後の仕上げでもう一回アイライナーを使ってまつげを描いていきます。まつげを描いていくっていうとすごくケバケバしく濃くギャルっぽくなっちゃうようなイメージなんですけど、つけまつげと地まつげの間をシャドウで埋めるとかってするともっとケバく見えちゃうんですよ。黒をのせてるっていうのがすごく不自然に逆に見えてしまう時があるので、今
回みたいにちょっと抜け感を重視している時は、目尻のところに3本ぐらい細い線を引いてあげると、かなり雰囲気的に上まつげの影かみたいなトリックアートが出来上がるので、これも試してみるといいと思います。ポイントはくっつけて描くことですね。まつげってやっぱこの目の際から生えてるものなので、まつげの際にくっつくようにシュッシュッシュッと3本ぐらい描いてみると、かなりいい感じに上がると思います。ここまでできたら、このマスカラで刈り上げのところを塗っていきたいと思います。で、このマスカラ、さっきもちょっと言ったようにお湯で落ちるタイプなので、もうここメイク落とし使わなくてもその日シャンプーしちゃえば落ちちゃう感じなんですよ。なんで、もうためらいなくウィッグつかないようにちょっと後ろにかき上げといて塗ってあげると、かなり黒くなります。毛並みに沿ってやった時に全然髪の毛につかないのに皮膚につくみたいな時あるから、毛並みとね逆にやってあげるとすっごい綺麗に速攻黒くなるんで、うまい具合にブラシを動かしながら、ちょうど小さいので際のところだけなんとか黒くしてあげてみてください。ですぐ乾くと思うので、乾いたらそのまま上から髪をかぶせてあげれば、ちらっと見えてもあんまり気にならないと思います。いろんな色のマスカラがあるので、緑のウィッグの時は緑のマスカラとかいう風に応用していくとすごくこれは使えると思います。次はシェーディングをしていきたいと思います。使ったのはいつもノーズシャドウに使っているセザンヌのシャドウです。この一番濃い色を斜めになっているブラシに取って、そのブラシをまずは頬骨のちょっと下ぐらいのところから上と下に向かって斜めに入れていきます。あんまり内側にやりすぎるとちょっとこけてきた人みたいになっちゃうので、あんまり内側にこう広げすぎずに、なるべくブラシを小刻みに動かしてなじませてあげてください。頬骨が終わったら次は顎のラインですね。エラのところを中心に自分の顎に向かって耳の中心ぐらいから斜めに線を入れていきます。これも真ん中ぐらいから始めるとかなり色がボケていいかなと思うので、ここからシュッシュッシュッ動かしていってください。これもあんまり濃すぎると面白い感じになっちゃうので、色を見ながらまずはちょっと薄めから色をつけていって、だんだん濃くしてちょうどいいところまで持っていくとうまくいくと思います。そしたらセザンヌのパウダーの真ん中の茶色で眉毛の当たりを引いていきます。で、このパウダーを取ったら、まずは平行眉にしたいなと思ったので、自分の眉毛の真ん中にちょっと影をつけるような感じで線を引いていきます。これはあまり濃くする必要はなくて、本当に当たり線なので、目のシャドウと眉毛の色の間の抜けを確認するために、まずは茶色でちょっと眉毛この辺までかなっていうのをつけていきました。ブラウンのセザンヌのアイブロウはとても濃くつく上にかなり描きやすいです。なのであんまり力を入れてシュッて描いちゃうと本当にもう取り返しがつかないぐらいかなりよく描けてしまうので、うまいこといくためには自分の眉毛の半分もしくは半分より若干外側から描き始めると非常にうまくいくと思います。で、平行眉気味に横一本線を引いて、そこから眉頭につなげていく。眉頭まっすぐ引いたら、今度は眉毛の真ん中から眉頭に向かって斜め下に引いていく。で、最後は目尻に向かってちょっと下げるっていう風にするととても綺麗に描けると思います。眉頭の方はあんまり濃すぎると結構今ノーズシャドウをパッキリ描いてるので、こうパッキリ分かれちゃってなんかカクっていう印象になってしまうので、眉頭だけは反対側のブラシでぼかしてあげるとかなり綺麗につながっていくと思いますのでやってみてください。今度はリップを塗っていきます。リップはちょっとヌーディーカラーにしたかったので、自分の持っているいつものカラーパレットのオレンジとマジョリカの唇の美容液を使って2色を一気に混ぜていきます。で、その美容液は透明なグロスみたいな感じになっているので、粉をちょっと多めに入れてもらって調節しながら綿棒で混ぜていくとうまいこと仕上がると思います。いっぱい
混ぜすぎるとだんだん乾いてきてリップがあんまり残ってないなっていうことになっちゃうので、混ぜてほどほどに全体的にうまく馴染んできたなと思ったらもうそのまま塗っちゃってください。でそのまま唇にのせると意外とパールっぽくてちょっとガーリーな印象に仕上がってきました。なのでそれを全体的になじませたらアクセントとしてちょっと血色を良くするためにビセのローズピンクみたいなかなり濃い色のピンクを下唇の内側半分ぐらいに塗っていって、でそれをなじませるように待ってやるとすごく綺麗なグラデーションになりました。目元とかがブラウンで統一してた分明るい印象を与えてくれたので、かなりクールな印象からちょっと女の子らしさが加わったかなと思います。最後の仕上げ、チークです。スイーツのピンク色です。このチークいつも私がデコラメイクとかで使ってるのと実は一緒なんですけど、いつもはねかなり濃いめにつけてるんですね。薄めに筆に取ってもらって自分の耳の終わりぐらいの位置から鼻に向かって4センチ5センチかな、終わりがね黒目の真ん中ぐらいまでのイメージで耳の上から鼻の先まで斜めの線上にこうやって入れていきました。大体のこの線の上のイメージが引けたら手で払って落としてもらえるとかなり馴染んでくると思います。薄めに斜めに引くのが今回のチークのポイントです。このシェーディングでね頬骨の下と顎のラインと斜めにこういう風に線を軽く引いてるからチークも同じような感じで斜めに中心に向かって引いていくことでかなり顔がシュッとして見えると思います。はい、いかがでしたでしょうか。今日はいつもとは違ってシャドウの色もちょっとブラウンを中心にした大人風メイクということで、なるべく無駄のないように見えないところを描いていく作業を大事にしてみました。今日のファッションのポイントはちょっとパッと見私かどうかわかんないかなっていうような組み合わせでロングスカートにニットというちょっとおとなしいコーディネートをしてみたんですけれども、こういう風に斜め掛けしているさりげない可愛いうさちゃんだとか、あとはセーターの文字ピックアブーとかでもしかして私かなみたいなところを、自分らしさを散りばめて隠し味みたいにしたところがポイントです。それでは皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。パパ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 パ